こんばんは、バットマンでございます。なかなかアドリブが形にならない、スケールは分かってるのにかっこいいフレーズが弾けないってお悩みの方いらっしゃいますよね。3つのですね、どうしても覚えてほしい音があるので、今日はそのお話をしていきたいなと思っています。さあ、実際のレッスンの前にですね、この時期だからこそ、これから夏休みが始まるからこそですね、お話しできることをちょっとお話ししておきたいなと思います。そのためにですね、僕もこの夏休み、少し投稿を増やしたいと思っていますので、楽しみにしていてください。まずですね、ギター初心者の方、そして学生の方で、これからギターをいっぱい練習したいと思ってらっしゃる方、このポイントがすごく大事なので、覚えておいていただきたいんですけど、やはり夏休みという短期間だったりとかですね、学生の方だったら、学校から帰ってきての短い時間だったりします。その中でですね、あれもこれもという風にですね、手を出してしまっては、どれも伸びない、どれも中途半端ってことが起きます。特に今、インスタグラムや X、この YouTube もそうですけど、たくさんの情報があって、皆さんは、これ面白そう、これ面白そうって、すごくですね、いろんなものに興味が湧くのはわかるんですけど、実際のところ、人間ってそんなにたくさんできないですよね。そう。特に音楽の才能、ものすごくたくさんの曲を今までやってきて、で、楽譜も読めて、指もバリバリ動く、こういう才能がそもそもあって、すべてをこなしていけるだけの能力があれば別なんですけど、まだ今から勉強していきたい皆さんにとってはですね、まだそれだけ処理するだけのですね、能力がないんですね。こういう時は一つしかやらないが、後々この能力がいろんなものを楽にしてくれる、手助けしてくれる能力を育てた方がいい。まずは一点突破ってことです。例えば、めちゃくちゃ早くピッキングができる。これはいろんなフレーズを楽にしてくれますよね。例えば、コードをいくらでも弾けるっていうのは、いろんな曲の理解度が上がりますよね。このように、様々なものに影響できる基礎中の基礎をいかに育てるか。そして、一個だけ選んで、それを圧倒的にこの夏休みに伸ばしてやる、みたいな気持ちで取り掛かるかが、すごくポイントかなと思います。1分でも早く上達したいと願っている方は、このやり方取り入れてみてください。人生が変わります。保証します。ここで3秒お時間ください。僕のバースデーライブがあります。ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。さあ、それではですね、早速、練習の方法をお話ししていきたいと思います。まずは問題点としてはですね、皆さんメジャースケールは知ってる、ペンタトニックは知ってるよ、メジャーペンタトニックは知ってるよって思ってるのに、なんかうまくはまらない、なんかうまく弾けないっていうところに陥ってるんじゃないでしょうか。こんな感じですよね。弾いてるのにうまくはまらない、なんか気持ち悪いっていう風に思ってらっしゃったりしますよね。なので覚えてほしい3つの音があります。ド、ミ、ソ。英語名で言うと C、E、G ですね。ちょっと弾いてみましょう。これが C、E、G、ド、ミ、ソです。いろんな形でギターのこの指板上に分布しています。ね、押さえてる形は違っても同じ音がしますよね。オクターブ上上げましょう。はい。このドミソというのがですね、C を構成している音なんですね。この C のコードはドミソを押さえてるんです。なので、そのドミソに着地するようにフレーズを組んでいかないと、終わったという感じがしないわけですね。例えば、ドミソ以外の音に止まります。ことごとくね、失敗した感じがしますよね。というわけで、このドミソに止まるようにフレーズを組んでいかないと気持ち悪いってことは分かっていただけたと思いますね。なので、このドミソに向かっていくフレーズを4つお教えします。で、スタート、中間地点、ゴールみたいな感じで、1曲みたいな感じでですね、メロディーのように組みますので、
ただ、一つ一つは、ドに終わる、ミに終わる、ソに終わる、そしてドに終わるという展開になっています。このフレーズを丸ごと覚えちゃってください。そうするとですね、自分の中でどんな風にメロディーを構成するとアドリブになっていくのか、その種みたいなものが自分の中にできます。これが大事なんですよ。自分の感覚を育てることが大事なんです。指の動きを育てても意味がないんです。感覚です。そう。なので、この感覚を育てるために、このフレーズを丸のまま練習してみてください。でも、頭の意識の中では、ドに終わった、ミに終わった、ソに終わった、ドに解決したっていう風に思いながら弾いてくださいね。いきます。3、4。こんな感じです。もう一回聞いてみてくださいね。タブ譜を下にね、流しておきますので、それを見ながら練習してください。で今日もご視聴ありがとうございました。非常に簡単でシンプルな練習ですけども、めちゃくちゃ大事で、これができないことにはいつまで経ってもアドリブができないっていうところに陥りますんで、しっかりと練習してみてください。そして他人のフレーズとかもですね、研究してみて、実際コードの中に終わってるんじゃないかという推測を立てて検証してみてください。実際そうなってると思います。なるほど、みんなそうやって弾いてるじゃないかっていうのも分かっていただけるんじゃないかなと思います。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価ぜひよろしくお願いします。そして LINE 公式の方ではですね、LINE 公式に登録していただいて、カタカナでアドリブと書いていただければ、今日のタブ譜を PDF 化したものをですね、皆さんにお配りしております。ぜひチェックしてみてください。各種 SNS もやっております。Instagram の方ではですね、この YouTube とはちょっと違う軸でレッスンもやっておりますので、ぜひフォローのほどよろしくお願いします。それでは。動画ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。